万歳。エガちゃんです。江頭さん、おう、今日は秀治江頭の時効だから話せる話。前回はおう、宗教団体パナウェーブに潜入した時の話をお聞きしましたが、今日は北朝鮮。前回やった時に今度は北朝鮮の話が聞きたいっていうそのコメントがたくさん来まして、今日はいよいよその話をしていただくと。そう、頭のおかしいお前ら、今日は北朝鮮の話、もう時効だから全部話しちゃうぜ。俺は1999年と2003年の2回北朝鮮に行ってるんだよ。で、1999年に行った時は神保町にある北朝鮮グッズの店、レインボー通商が旅行代理店になって行ったんだよ。で、一人だいたい25万ぐらい。何泊でですか？5泊6日とか、そんな感じで、俺と一緒に行ったのが大川総裁と、あと週刊プレイボーイの畠山さんレギュラーメンバーレギュラーメンバーでそれ99年の時。そう、その他にも10人ぐらい行ったんだけど、全員が北朝鮮マニア。それ一般の方で、そうそうそう、江頭さんとは全然関係ないそう、人たちってことですね。そう、で、最初日本から中国に行って、で、中国で北朝鮮のビザを取るんだよ。で、中国から高麗航空に乗って北朝鮮に向かう。で、その高麗航空の中で音楽が流れるんだよ。ハンガスムニダ、ハンガスムニダって北朝鮮へようこそみたいな音楽。そしたら北朝鮮マニアが一斉にハンガスムニダ、ハンガスムニダって合唱するんだよ。めちゃくちゃ怖いよ。飛行機の中で合唱されると。で、俺たちは北朝鮮に着いた。で、バスに乗ったんだよ。そしたら北朝鮮のガイドさんがマイクをパッて取って、ようこそ世界一危険な国へようこそって笑えないよ。世界一辛口なジョークだよ。俺たちね、行く前どこに行きたいですかってリクエストされるんだよ。その代理店の時とか。そう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 。そしたら、みんなマスゲームを見たいですとか、凱旋門に行きたいですとか、あとチチェ思想塔に行きたいですとか書いる。だけど俺は違ったんだよ。淀号乗っ取り犯に会いたいですって書いたんだよ。そしたら本当に来たんだよ、淀号乗っ取り犯が。淀号ハイジャック事件とは、1970年に共産主義者同盟赤軍派が起こした日本初のハイジャック事件。犯人は乗員乗客を人質に取り、飛行機を北朝鮮へと向かわせ、北朝鮮に亡命した。そしたら本当に来たんだよ、淀号乗っ取り犯が。高麗ホテルの2階に合わせてあげますよってことです。そう、若林さんと安倍さんっていう人が乗っ取り犯なんですか？そう。でも俺たち来たのはいいけど、何話していいのか分かんないじゃん。言ってみたものの。そう、言ったのはいいけど、軽く言ったのはいいけど、何を話していいのか分かんないから、こっちの生活はどうですかまあ普通ですよ。食べ物とか美味しいですか？まあ普通ですよ。他のメンバーはどうしてますか？まあ普通に暮らしてますよ。拉致が開かないんだよ。で、監視もいっぱいいるから、やっぱり余計なことを話さないんだよ。だからもう言うしかないと思って、俺江頭2時50分って言いまして、お笑い芸人をやってます。この前トルコで全裸になってお尻に電電太鼓を入れてコン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 ってしたら逮捕されましたって言ったんだよ。
そしたら向こうの人がパッと俺を見て「なんだ君も革命家か」そしたらそっからもう席を切ったようにいろんな話をしてくれて、俺たちは実は海外に行ったこともいっぱいあるんですよ。この前もオーストリアに行きました。で、女性、日本人の女性っていう女性全員ナンパしましたって。それナンパっていう名前の拉致だったんだよ。1999年の時はキム・ジョンイルが拉致をまだ認めてなくて後で認めたんだよ。で、淀号ノットリアンも加わってたんだよ。それを知って俺背筋がゾーッときたもん。これすごいでしょ。使える？本当ですか？これ本当に。だから彼らは何回もヨーロッパ行ってんだよね。で、日本人っていう日本人をナンパしてんだよ。キム・ジョンイルが拉致を認めた瞬間、うわ、あの話だって繋がっちゃったよって。これが第1回訪朝でしたね。そう、じゃあ他どっか行ったりとかしたんですか？名前を忘れちゃったんだけど、キム・イルソンが冷凍保存されてるところ、そこに行きましたね。そこはもう結構長い行列ができてて、そこにたどり着くまで結構長いんですよ。で、だんだん薄暗くなって、で、音楽もだんだん寂しくなって、で、最後やっと会えるみたいな感じなんだよ。俺最初は全然平気だったんだけど、だんだんそれに真っ暗になってきて、悲しい音楽になってきて、会う時はもう号泣してたんだよ。泣いちゃったんですね。泣いちゃったんだよ俺。お前何泣いてんだって捜査員に突っ込まれて。あとはキム・ジョンイル花店。花店。それは日本で花を作ってるんだけど、それを北朝鮮に持って行って花店を開いてるの。キム・ジョンイルの誕生日の日にそこに行ったね。そしたら朝鮮中央テレビ、向こうでいう NHK みたいな、それが俺たちを映して、こんなに海外の人が来てるんですよって映って海外の人代表。あとは向こうの市民と本当接触するのはダメだったの。めちゃくちゃ厳しかったのその頃。だけど俺たちは体育大学の女子大とサッカーがしたいって。どういうモチベーションですか？で、北朝鮮マニアたちも絶対したいってで、やろうって言って、俺たちと北朝鮮の女子大のサッカー大会行われて、で、俺がキーパーになってシュートが来たら必ずこうやって横に飛ぶようにしてて、それがめちゃくちゃウケるのよ。受けたんですか？何回もやるんだよ。だからウケるたんびに日本のお笑いって結構通じるなってその時思ったね。なるほど。ホテルとかってなんかどうだった？普通のホテルなんですか？いや、北朝鮮で一番いいホテル、高麗ホテルって言ってツインタワーになってるホテルで、なんか飲みたいじゃん、ほらお酒とかも。そしたら1階が売店だからそこに行くじゃん。そしたらスーパードライとか日本のものなんだよね、全部。入ってるんですね。あとはね、両学島ホテルっていうところに行ったらパチンコ置いてあるんだよ。いろんなパチンコ台が。で、
俺打った。そしたらめっちゃくちゃ大当たりしてそしたらそれを全部変えたんだよ、カップラーメンに。北朝鮮ものすごい貧乏じゃん。でこんなのちょっと変えれないよって俺は言ったんだよ。もうこれ使ってくださいよって。そしたらあなたの方がちょっと貧しそうだからって言われて俺に返すんだよ。だからしょうがないからカップラーメンもらってもう部屋で食べてたねそのカップラーメンは日本のカップラーメン？そうだね、日本のカップラーメン。日本のカップラーメンですね。向こうはいっつも停電するの。だから真っ暗なの。真っ暗って廊下から部屋も。ホテルホテルが真っ暗になる。真っ暗なんだよ。それいいホテルでも。そう一番いいホテルなのによ。だからモーパイみたいにこれ俺123でここ123ここ麻雀得意だったからさ自由行動できる時間とかない？それはもう絶対ないっすよ。ないんですか？それはもうめちゃくちゃ俺たちの前に北朝鮮の平壌マラソンがあったんだって。その時にフランスの記者が紛れててスパイ行動をやったんだって。そしたらそれが見つかってもう絶対外国人もう外を見せるなっていうことでもうめっちゃくちゃ厳しかった。ずっと監視がいるんですか？昼間も。まあ監視いるんだよガイドさん以外にも 2,3 人。一回なんかニュースでアメリカの大学生かなんかが旅行行った時に何かやってなんか殺されちゃったみたいなニュースありません？あったよね。ありましたよね。あった。殺されちゃったんだよね。そうですよね。なんか昏睡状態で帰国してそのまま死んじゃったみたいな。そうありましたよね。そんな遠くない前の話だよね。だから勝手な行動したらやっぱそういうことになっちゃうってことですもんね。なっちゃうんだよ。怖いですね。怖い。あとはやっぱり俺たち北朝鮮マニアと言ってたからショップ、お土産屋さん。この間ほらトランクルームで見せたじゃん、ミサイルポスター。あれのショップに行った時はもう北朝鮮マニアがみたいに喜ぶねこれ欲しいこれ欲しいこれ欲しいって言ってめちゃくちゃ高いんだよ。10倍ぐらいふっかけてんだよ。で2003年にも俺北朝鮮に行ってんだよね。4年後ですか？そうだね。その時は高田文雄事務所の松田さんと一緒に行ってんだよ。でその時の目的それは北朝鮮でライブをすること。エガちゃんライブ in 平壌それはどこでやろうとしたんですか？六級中学校っていうところが組み込まれてたからそこに行く時、ガイドさんにゲリラでやらせてくださいって言って頼もうかなと思ったんだよ最初ライブを見てそう、その後、終わった後、俺たちもちょっとライブをやらせてくれないかなって現場で直談判と。そうだね。けど何にも事前には許可とか取ってない？全く取ってないよ。取ってないってことですよね。そうだね。ライブを普通に見に行くと見せかけて、そこで乱入してやろうと思ったと。そうでどうやったらウケるんだって思ったんだよ。どうやったらいいんだ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 そうだこれだって思ったのがちょうど日本でガーンと来てる鉄腕トモそれをパクって朝鮮語に直そうって思ったの丸パクリで俺が赤いジャージ増田さんが青いジャージとギターを弾いてで朝鮮語に直したの。なんでだろうそれを朝鮮語に直すとウェイルカで昆布が海の中で出汁が出ないのなんでだろうパダエソタシママシウロナジアヌグスウェイルカ歌ったんですかそれを？そうそれを本番の前の日レストランでガイドさんにネタ見せしたんだよ日
ウェイルカ持ってきました、皆さん聞いてくださいって、じゃん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 、ウェイルカウェイルカウェイルカ바다에서 다시 마마시 우려나지 않는 것은 왜 이럴까? めっちゃくちゃウケたんだよ、こんな感じ。爆笑もうすげえウケて、これで明日はもうバッチリだって松田さんと言って、それで当日六級中学校舞台の上では中学生たちが持ち前のバンドで弾いてんだよね。で俺は今だと思ったんだよ。でガイドさんのところに行って、昨日やったウェイルカあれを舞台上でやらせてください。そしたらガイドさんがって言って、今までそんな日本人いないから、ちょっと待ってください、今から校長先生に話し合ってきますんで、ダーッといなくなった。でも一時来てダーッと戻ってきて、東谷さんやっぱり上いるか、あれは日本の歌です、だからダメですって言われたんだよ。でも実はもう一つ用意してたんだよね。それが大衆立像体操、北朝鮮でいうラジオ体操、それをブラックワイドショーでやってたから、俺1ヶ月間練習してたんだよ。で大衆立像体操あれを舞台の上でやらせてくれ、またって言って、ちょっと待ってください、校長先生と話してきますんで、ダーッといなくなった。でパッと見たらもう六級中学校の生徒たちが演目が終わろうとしてるんですよ。でそのうち終わって、もう女の子たちも全員下に降りてきて、で終わったなと思ったらガイドさんがダーッと来て、江頭さん大衆立像体操 OK です上がってくださいで俺はラジカセに大衆立像体操の音楽を吹き込んでたから、それを持って舞台の上に上がったの。そしたら六級中学校の生徒まで上がってきて、自分たちの持ち前の楽器のところに座ったんだよ。あれって思ったんだよ。そう、校長先生が学生たちに、あいつ大衆立像体操を踊るから音楽を弾いてくれってテープじゃなくてもう生バンドでやってやる。そう、俺そういう発注してないよでいきなりスタン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 スタッタッタラッタッタタンタッタッタンタタン、生バンドが流れるんだよ。最高じゃないですか。俺はタン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 タタン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 タタン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 やるしかないでしょもう舞台の上は俺と喜び組だよでチャンチャチャチャーンって終わったんだよ。そしたらスタン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 スチャンチャンチャラチャンチャチャンラチャンチャラチャン2番が始まるんだよちょっと待てと、俺1番しか知らないよと。そっからもうアドリブだよ。チャンチャンチャンラチャンチャチャン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 ラチャン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 ラチャン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 。そしたらみんな笑い始めて、最後再話した時はみんな拍手して、うおーって受け入れてもらえたんです。そう、こうやって第2回包丁が終わったんだよででんでん太鼓を108本持って行ってたからみんなに配って全員でコン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 って鳴らしてでんでんのこだま鳴り響いたんだよね。なるほど。
朝鮮に行けたらいいなと思いそうだね。ますね。よし、頭のおかしいお前ら、いずれ北朝鮮に全員で行っちゃうぜ。 You better get ready to run. Sun that wakes up. You better get ready to run. 群馬から来ました。東村さん、群馬しらカレーたい焼き買ったよ。ありがとう。あちら。めちゃめちゃうまい。最高です。